everyone. Hi, Anime Expo. My name is I'm Sora. Let me introduce myself. I'm a Japanese virtual YouTuber. Hi, everyone. I was at Anime Expo in 2019, and that was one of my best memory of my life. Anyway, let me introduce my show. So my YouTube show is called Sora Senpai Club, and it airs every Sunday from 10 p.m. JST. Alright, so I'm here today with a special guest, Senpai number 19. He's a legendary voice actor with over 40 years of voice acting career. It's so long, right? And he's been super popular anime like Macross and Bleach. And also, what's cool is that he's recently rapping in Hypnosis Mic. I would say that he's one of the coolest guy that I've ever met. Senpai number 19, Sho Hayami Sho さん、ようこそ。はじめまして。どうぞお忘れください。はじめまして。はじめまして。アイムソラです。はい、よろしくお願いします。とてもボイスが響きますね。いや、そんなことないですよ。いや、なんかもうちょっとドキッとしました。一声で。とても緊張しています。あ、そうですか。いや、何分この番組も早見さんで19番目のゲストなんですよ。がしかし40年以上のキャリアを持っている方は初めてなので、これはさっきから歯が痛いんです。緊張してちょっと緊張してるんで、お手柔らかにお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。この番組、なかなかないかなとは思うんですけど、俺のようなバーチャルなキャラクターというか人間がね MC をやって世界に発信しているということで、このお話受けた時最初どんな感想でした？実はバーチャル YouTuber とこうやって会話することは3回目ぐらいなんですよ。なるほど。だから一応こう体制というか体制はあるんですね。よかった。そらくん、僕もVTuber 興味ありますから。本当ですか？やってみたいですよ。本当に？じゃあいつかもしかしたらここの隣にショウ・ハヤミっていうキャラクター、アイム・ハヤミっていうのができちゃうかもしれないということで、この番組、海外の人がたくさん見ているのでね、ちょっとこうフランクに行きたいなといつも思っていて、あだ名で呼び合ったりしてるんですよ。あだ名ですか？そう、いつもハヤミさんなんて呼ばれたりします？後輩からは、早見さん、翔さんですよね。たまに伊藤健人君が翔ちゃまって言いますけど。翔ちゃま。なるほど。その翔ちゃまっていうのは俺が使ってもよかったりしますでしょうか？多分健人君許してくれると思います。本当、伊藤健人さんまだこの番組に来たことはないと思うんですけど、先に言っときます。翔ちゃま使わせていただきます。じゃあ翔ちゃまちょっと言いにくいか。翔ちゃんでいいですか？じゃあショーポンにいいですか？ショーポンです。じゃあショーポンで。じゃあショーポンと、俺のことは何でも呼んでください。そら豆。そら豆。新しいのが出てきた。なかなかもう何でもいいですよ。そら豆でも呼んでください。ショーポン。それではね、こちらのコーナーでございます。題して先輩研究。では俺が10個の質問をショーポンに投げます。じゃあショーポンはそれに対してパッ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 と答えていってください。で、もし俺が気になったものがあったら深掘りしていくし、何も気にならなかったらそこで終了になります。了解。はい。じゃあ早速行ってみたいと思うんですけど、ショーポンいいかな？いいよ、そら豆。オッケー。じゃあそら豆頑張るね今日。ちょっと何気に緊張気味。それでは行きたいと思います。1問目、小さい頃の夢は？医者。あら、気になっちゃった早速。2問目、なんで今の仕事に就いたのか、きっかけは？お金。なるほど、なんかすごいことが出てきた。3問目、初めてのお給料は何に使った？生活費。リアルですね。4問目、このお仕事を続けようと決めたのはどんな時？楽しくなった時。なるほど。5問目、お仕事をしてきた中で一番感動した瞬間は？お客様の前に出た時。なるほど。6問目、正直この仕事を辞めようと思ったことがあるか？何度もあります。なるほど、リアルでいいな。7問目、生まれ変われるなら何になりたい？とっても強度の強い石。石？なりたかったのは石で生まれ変わるんだったら石になりたい。なるほど、面白いな。じゃあ8問目、ズバリ
ショーポンのこのお仕事に一番必要なことは何？工夫。ほう、9番目、今一番挑戦したいことは？富士登山。ほう。では最後10問目は質問というよりは一言ですね。10年後の自分に一言どうぞ。オイルな。オイルな。なるほど。はいはいはい。ということで、じゃあまず1問目から質問なんだけれども、最初小さい頃は医者になりたかったと。はい。全然今のお仕事とは違うところにあると思うんだけれども、これはなんで医者になりたかったのか。昔見たそのドラマほ「白い巨塔」という作品うがありまして、ほうほうほその田宮二郎さんが演じていて、かっこよかった。う。かっこよかった。うん、それかっこいいなと思って医者になりたいと思ったのは小さい頃って言ってもどれぐらいの時？小学校の高学年から中学生ぐらいなんですかね。なるほどね。それぐらいから医者になりたいなんて結構もしかして頭も良かった子だったんですか？成績もまあぼちぼち。なるほどね。まあ上から2番目とか、あ、結構頭いいじゃないですかそれ。ショーポンはどういうことをするのが好きな子供というか少年だったんですかね？空想するのが大好きでしたね。空想する。太陽を見るときに、まあ直視はしないですけど、空を見るときに目の中にさ、なんかちょっとしたこう筋みたいなのが見えるときない？筋みたいなもの。これもしかしたら埃かもしれないんだけど、今考えると埃かもしれないね。それを見ていて、これって僕の目の中だけにある宝の地図だと思っていた。なんかちょっとロマンチック。そう、ロマンボーイだね。なるほどね。ロマンボーイはでもどこから今のこのじゃあ声優というお仕事になんていうのかな、興味を持っていったのかという。興味はね持ってなかったですね。だから舞台俳優を目指して、実際舞台に出たりしていて、そのちょっと挫折があって劇団を辞めて、暇な時にちょっとこう情報誌を見たら、声優コンテストっていうのの記事があって、そこに賞金グランプリ取ると10万円っての。そしてその10万円が欲しかったから、受けてみた。なるほど、リアルでいいですね。でもその賞金目当てでさ、オーディションをやって、それでどうだったの？通った？まあ3万人の応募の中で、僕がグランプリをいただきました。素晴らしい。3万分の1、声優オーディションに受けて、グランプリ取って、いきなりなった。経験したっていう感じです。じゃあ何かすごい主役が立ったとかではなくて、声優というのをまずそこで一度経験してみたと。でそこから例えばそのマクロスだったりとか、初期の頃から結構今でいうもうレジェンドアニメみたいなものにどんどん参加していくと思うんだけれども、それは例えば一番最初の大きい役とかはどういうふうに勝ち取っていったの？オーディションですね。オーディションで、それはじゃあ1回グランプリで受かってから2年半ぐらいはいわゆるガヤ兵士 A とか B とかが出る時だけにスッとステージの端っこに行ってマイクの前で喋ってスッと去っていく。だからあの人は誰とかって全く紹介もされないような仕事をずっとしてたんです。なるほど。どこでだから興味持ってじゃあもっとオーディション受けてみようと思ったの？もっとオーディションというかオーディションって欲しいと思っても来るもんじゃないんですよ。だからそこで多分僕が割と声優というかこの仕事に前向きになっている姿を見た他事務所のマネージャーの方がこれこういうオーディションがあるんだけど受けてみるかっていうのが最初がマクロスなんですよ。あ、そうだったんだ。ちなみにそのお仕事を続けようと決めたのはお客さんのそうですね、前というかちょっと語弊があるんですけれども、子供向けのアニメで勇者シリーズというのがありまして、そのロボットの主役の声をやった時に速水翔が喋って速水翔にっていうことじゃなくて、その番組を見た子供たちが勇者 X カイザー今日も地球を救ってくれてありがとうみたいなお便りが子供から来て来るようになって、これはすごくいい仕事だな。そうだよね。だって声優さんって多分どこの年齢も関係なく感動を与えたりとか、なんか人生に影響を与えちゃうわけだから、お手紙とかってやっぱり嬉しいんでしょうね。ちなみにあれ感動した瞬間なんて楽しくなった時。そうですね。楽しくなった時とは一体いつだったのであろうか。だからそれからですよ。マイクしか見ないわけですよ、仕事として。マイクとその映像しか見ない仕事をしていて、いやその先にお客様の笑顔とかいろいろなものがあって、そのものがこっちに返ってくるんだっていうふうに
そこに僕は感動したんですね。なるほどね。多分それって今と昔とだってやっぱり違うのかな。昔ってそんなにない。ファンレターがあった。手書きで思いをちゃんとこう伝えてくださってっていう、それがね5通でも10通でもね、やっぱり本当の気持ちをこちらに届けてくださるっていうのは、これすごく貴重でありがたいことで、その数ではなくて確実にお客様がちゃんと向いてくれるんだっていうのがあって、それで僕多分それを糧に声優というのを続けてこられた気がする。そうなんだ。でも確かに声当ててるだけになっちゃうと見えないからわからないんでしょうね、きっとね、どういう影響が与えられてるかって。どんどんやっていく中でショーポンは最近すごいチャレンジをしているわけですよ。それが、ヒップマイ関連のラップをしているわけで、これはそうなんでこんなすごいチャレンジをしようと思ったのか。これねチャレンジというかね、その最初のお話が出た飲みの場に僕がいたんですよ。なるほど。なるほど。いいんじゃない、やればいいんじゃないって、もう全然一言で面白いんじゃないそれって。なるほどね。しばらくしてプロデューサーとかがうちの事務所になんかお話があるんですってやってきて、こういうものなんで出てもらえませんか。ちょっと待って、これ僕に無理に決まってるじゃないって話をして、もちろん最初はお断りしましたよ。でも大丈夫ですよって、大丈夫ですって言われて、何が大丈夫かわからないんだけど、いやなんとかなりますよって、ライブで歌うわけにいかないよね、大丈夫ですよ。いやでも逆に大丈夫大丈夫言われて、とりあえずじゃあみたいな感じで来たわけか。そうですね。でも難しかったんじゃないですか。難しかったですけれども、ただ周りのみんなが本当にね本気でやってるんですよ。僕は自分のキャリアと年齢でそこにあぐらかいて大丈夫っていうかもう適当にやってよっていうわけにいかなくなっちゃったんですよ。なるほどね。弾けなくなったんですよ。でじゃあ引っ張ってってっていうことで、スバル木村とかにも一生懸命教えてもらって、引っ張ってってもらって今があると。いやなんだろう、多分世界的に見ても50代後半からラップをやりますっていう人ってあんまいないんじゃないかなと思って。いないみたいですよ。そうですよね。もうなかなかこんなかっこいい人はいないだと。だってヒップマイ全体で見ても多分一番年齢上そりゃそうでしょうよ。いやとんでもないことやってるなと思うよショーポンは。で続けて声優をしていて、この仕事に一番必要なことは工夫、目線を変えるってことだと思うんですよ。例えばさっき出てきたヒプノシスマイクだって、こう大変でしょって言われるけど、でもその分自分ができないんだよって SOS を出すことで、必ず助けてくれるスタッフだったり、キャストがいるわけですよ。でそうするともう一段親しくなれたり、次のことをもうちょっと頑張ろうかと思えるから。なるほどね。そんなショーポンは、10年後の自分には老いるな的なことを言っていたと思うんですけど、これはなぜに。例えば肉体的なこともそうですけど、もう特に精神だと思うんですよ。なるほどね。これはちょっと分かる気がする。絶対的にやっぱり若くありたいと思うんです。どんな状況にあっても、やっぱりなんだろう、自分はその人を好きでありたいし、自分が今やってることを好きでい続けたいし、あと自分に対して自信を持っていたいし、例えば10年間で大病をしたとか、何かこう人生の中ですごく辛いこともあると思うんですよ。でも根幹にある自分を大切にして、それを10年間ずっと持っていければ、僕だからそのまま死んでも構わないと思うんだけど、死んじゃダメよ。ダメか。ダメだよ。もし代役が必要であったら、俺の代役アイムそれに任せてくださいって言っといてれば、俺がそこ変わりますのでお願いします。俺が所属している株式会社サイバードは、なんと今年2021年夏に、イケメン王子という、恋愛シミュレーションゲームの英語版、イケメンプリンス Beauty and Her Beast っていうのをリリースすることが決定いたしました。このゲーム、ショーポンが、サリエル役として、出ていただいているので、これがついに世界の皆さんにお届けできるということなんですね。ということでちょっとそれのね紹介とかっていうのをしてもらいたいなと思っていて、ショーポンの方からこのイケメンプリンスのあらすじを読んでいただきたいなと思いまして、ぜひ
お願いします。はい、はい、どうぞ。時は中世、ここは動乱の最中にあるとある小国。かつてその国の王族たちは非道の限りを尽くして王座を争い、国を荒廃させた。このような悲劇が二度と起きないよう、国民の代表として美しい心を持つ者に王を選定させるベル制度が制定される。そして現在、国王の崩御によって物語は幕を開ける。次期国王候補となる自ら剣を振るい戦う野獣と呼ばれる8人の王子、その中から時代の王を見定めるベルに選ばれたあなた。苛烈な運命の果てにベルと野獣がたどり着いた真実の愛とは、誰も知らない美女と野獣の物語が始まる。ありがとうございます。やっぱりすごい素敵なボイスで、イケメンプリンス、タイトルで、Beauty and Her Beast、美女と野獣の、モチーフになってるっていうのがわかるかなと思うんだけれども、これプレイヤーがベルになるということで、作品の、中での野獣に関しては、野心を持った戦う王子たちっていうことなのだけれども、その王子たちの中からあなたがベルになって一人次の王様を決めるという王道な恋愛物語になっているそうです。いや、王道かな。王道かな、ちょっと違うか。一人に対して8人ですよ。確かにね、なんかその恋愛の仕方、なんか乙女ゲームの恋愛の仕方だったりみたいなのは王道かもしれないけど、確かにシチュエーションとしては珍しい。白雪姫だって7人ですよ。そうだよね、多いね。そうね、そうだよね。でも早見さん、ショーポン演じるこのサリエルっていうのは、王子ではなくて、そう、鬼畜かける知略、だから、厳しそうな見た目してるじゃない、これショーポンから見てこのサリエルってどんな魅力があるキャラなんでしょうね。分かりづらいキャラですよ。そうだね。わざとね、人に嫌われることばっかり言ってるんですよ。そうだね。で、そういう行動を起こすんだけれども、実はもしかしたらすごい愛を持って、8人のこの野獣たちをこう養育っていうなんて言うんでしょう、導いてるんじゃないかなっていう感じがするんですよね。だからね、主人公のさ、あなた、ベルに対しても全く同じことをしているわけであって、確かにそうね、結構こういうキャラクターってショーポンにはすごいぴったりなんだなって思いません？なんかこういうなんかちょっとよくわからないぞみたいなキャラクターたくさん演じられてるじゃないですか。そうですね。でもうどうしようもない悪もいるんですけれども、ただサリエルに関して言うと絶対多分いい人なんですよ。ね、そうね、厳しいしつけをされるけれども、ちょっと言葉もね、ベルに対してもそんな高飛車な言葉使うのっていうのもあるんですけれども、これでももうすごく多分この国を何とかしなきゃって思っているのは、多分亡き王のなんかこう見つめを受けてるんじゃないかと僕は勝手に思ってる。なるほどね。だからその辺は実際にこれ英語版が出たらこれを見ている皆さんはぜひ遊んで、このサリエルどんなキャラクターなのかはぜひチェックしてみてください。ということですね。はい、ありがとうございます。ということでありがとうございました。ショーポンイケメン王子の方の紹介もしていただいて、それではとりあえずこの第1部に関してはこれで終了でございますので、一旦ここで終わるので、今日は See you next week っていう風に言って一緒に終わりましょう。はい、それでは一緒にお願いします。せーの、 See you next week。 ショーポンでした。チャンネル登録してね、今すぐに。よろしくね、よろしくね、よろしくね。